私はいつも猫ちゃんやワンちゃんの話をしてますね。さらに言いますよ。私はいつも申し上げてる。ここにいながら世界中の人間だけじゃない猫ちゃんやワンちゃんをこれ本当実際に治療してるんだね。これね分かってる人はねもう電話でも猫ちゃんワンちゃんの治療言ってきますよ。困っちゃってこういうことが起きてね例えばワンちゃんがね時々時々じゃなくて食事何もしなくなった福田先生って言って電話かかってくるんですよ。もちろん見たことも会ったこともないワンちゃんですよね。でもそれ私は得意技さらに言いますよね。これ申し上げたんじゃないかな。まあいいです。私がもう30何年も前に人生を変える健康法っていうのを書いたの。私は物書きですからね、出版社に頼まれた時に三月で書きますよとこう申し上げた自信がある。ただね書き始めたら分かった。例えばケイシーは緑黄色野菜食べるように言ってますね。それでいろいろな野菜を私たちに提案してるんですよ。食べるようにあるいは食べないようにですね。そうすると困ったことに私がその野菜を例えばどのようにして食べたらいいか、どこで見つけられるか、どこでどのように食べられるようにしたらいいか、どこで買えるか、そんなことをですね知らないわけだから、それをこうね、例えば生えてない3月に聞いたから生えてない草の名前聞かれてそれが胃腸にいいですよって言われても自分がやってみないことにはしょうがないので、春にね芽が出てね伸びてって花が咲いて実がつけて枯れたそこまで見て私はそのことについて書いたんですね。で9ヶ月かかっちゃった。でも9ヶ月ですよね。その一つにねお話ししたんじゃないですかね。私はケイシーのリーディングがね運動ご存知ですね。日本は運動と体操を2つの言葉に分けてるんですけども英語は一つなんですね。フィジカルエクササイズということですね。運動も体操も一緒くたなんですよ。変な言葉ごめんなさいね。同じ言葉とこう言ったらいいでしょうかね。そこでねケイシーが言ってるのは歩くの泳ぐの自転車に乗るのここまで分かるんですよ。でその後が乗馬乗馬ということですね。私やったことがないやったことがないでやらなきゃ本に書けないのでやりに行ったとこういうことですね。で本を書くためにやりに行ったんでただ習いに行ったんじゃないんですよ。真剣になるというわけですね。これから乗馬やってみるんだ体験するんだということです。でもここが面白い。私は自分の前世で馬に散々乗ってた。さらに私はモンゴルの大将と言われた男ですよね。モンゴルって言ったら馬もう小さい時から馬にねくくりつけられて大げさね育ってますよね。だから私馬は何でもない私の過去の記憶にいっぱいあるから。で初めて馬に乗る時もね私体小さいから台を置いてくれたでも台に乗ったのは最初の一件だけですよね。で乗ってすぐ乗れた全然緊張しないですぐ乗れた。前世の記憶が全部あるからですよね。これが面白いというんですね。だから前世のことって知ってしまうとものすごい面白い。私の体験のほとんど全部が前世ですよ。で今度は私はこういう仕事なんでね午前中は空くんですね。で午前中乗馬クラブ行って馬に乗ってた毎日乗ってた。その時にもこうですよね。
ね、大将、その大将にですね、社長さんですよ。私ね、馬に乗るだけじゃなくて、ね、世話もさせてくださいよと、こういうわけですよね。そして世話もさせてもらうことになった。いいですね。で、世話ってね、まずお馬さんって汗かきなんでね、全部洗わなきゃダメ。その時もそうですね、全部洗うって時にお腹の中入っていっちゃって、お腹の中でこうやって洗ってて、蹄鉄の中まで、お腹の中で、私体小さいですからね、得意、お腹の中入るの。それで蹄鉄まで洗っちゃって、初めて行って初めて会ったお馬さんに、それで皆さんがね、あんまり嫌いでね、乗ってくれなかったお馬さんが私の相手なんですね。なんで嫌いかというとね、そのお馬さんね、乗ってる最中にひょんと頭下げるんです。みんな怒っちゃうんですよ。でこれも私の時は絶対頭下げなかったね。要するに私お馬さんと話することができるからですよ。それで大馬さんに乗る時も大馬さんとおしゃべりしながら乗るの、これも皆さん分かんないと思うんだけど、大馬さんって乗ると耳でお話ししてくれるんですね。あなたの話聞いてますよ、いやあなたの話じゃなくてあっちのねメス大馬さんの方に興味がありますよとか言ってね、それでこうやって言ったらこうやってたら怒るんですね。私怒ってますという表現ですよね。これ私すぐ覚えたし、こうすぐ大馬さんと仲良くなっちゃいましたけどね。さらに言うと、もう一言言うと、私は三月でオリンピックと同じ障害飛んでました。チャーって。これもですね、なんでそんなことできるかというと、会社のその乗馬クラブの社長がね、双眼鏡で見てるんでしょ、私が何やってるか。それで上手にほんまに乗ってるので、乗馬クラブだから障害のあれがちゃんと置いてある、もうちゃんとセットして置いてある。でそこのとこね、障害を飛び方を教えてくれたんですよ。もうご存知ですね。私簡単に障害飛んじゃった。最初から障害飛べた。それで大馬さんにね、その大将が言うにはね、次の障害をね馬に教えろって言うんですよ。こう飛び上がって降りる前にね、次の障害を教えろっていうの。こんなのも簡単。私馬に言ったら、この辺に耳があるからね、3時の方向でこう言うんだね。そうすると馬さんふんふんふんって言って3時の方向にこう言ってくれるんですよ。それで三月で障害飛んだ後で見せてなかったかもしれない。最後の最後、この話の最後にね、帽子かぶって見せてあげますよ。それで障害簡単に飛べるようになった。さらに言うと、障害に大間さんが足引っ掛けて、大間さん転んでも私は転ばない。なぜか。これも簡単。皆さんね、大間さんの背中に乗ってるんだもんね。私に言わせるとね、怖いだろうなっていうことですからね。私は大間さんの背中なんか乗ってない。形は背中に乗ってるけど、実は地面の上に乗ってるんですよ、私は。もうね、前世で散々馬に乗ったから、だから大間さんの足元をいつも気をつけてんの。大間さんが川飛ぶ時にそのねステップの飛ぶところがどんな調子になってるか全部見て、それで飛んでるんですよ、前世で。ね、こんなことは根性でやるの簡単かな。で大間さんがひっくり返っても私は転ばないので、ニックネームつけてくれた牛若丸とこう言うんですね。それでまた面白い顔したでしょ。これ終わったらすぐ見せてあげるけれどね、見せてあげるよ。このままでいいかな。見せてあげる。これが置いてあるのはね、これ硬い。なんかね、地震でも起きた時にさあ外行かなきゃいけないって時にペッと新品、
かっこいいでしょう。で本を書かなきゃいけないので、人生を変える言語法。はい、大馬さんと一緒に楽しんだのは美月でした。美月でした。はい、ありがとうございます。